Mesha to be Season 5今回のMesha to beは全日本 MVG 最優秀グルメ Most Valuable Gourmet 11件であくまでも今年私たちが食べた中でってことですんでお間違いのないように。それでは早速Let's get it started 1. Tendo Ippodo 北海道ではあまり馴染みがない焼きカツという言葉ですが、この界隈じゃ結構珍しくないみたい。そうなんですよね。焼きカツって結構あるみたい。これ香ばしくて普通のとんかつより好きだったりするんですよね、実は。なので美味しい焼きカツと聞きゃ一目散にやってくるわけで、こちらで国内4軒目の焼きカツ使いとご対面。すごいサラダ。前菜的にサラダがいただけるのはいいですね。もっこり野菜に酸っぱいドレッシングが最高でした。わあ、こんがり焼き目がすごい美味しそうでしょう。フライパンで焼き上げる分厚いロース、こりゃ美味しいですね。ご主人の経歴に興味津々ですが全く情報はつかめず、おそらくどこかグレードの高いお店でシェフをなさっていたのではないかと思われます。あら、美味しいおじセンサーピコンピコンね。はい、ピッコンピコンです。料金的には安くはありませんが、デザートまでついてこのプライスなら大満足でございます。あら、よかったね。ほら言ってごらん。大満足でしょ。は？これはすげえ店だと思いました。山形のメインディッシュはこれディッシュ。 2. Tochigi Chuka Shisen Ryoli Tenzon 真っ暗闇の中に古びたプレハブがポツンと、薄暗い中に怪しいあんどん発見。見てこれ怖いでしょねえ、まさかここって場所にありました。こんな薄暗いところのこんな店になかなかギャル一人じゃ入れないわよ、普通。ギャルはね。ガルルル。なんとこちらは都内の高級中華料理店で長く料理長を務めたこの道54年というシェフが営むというお店。はい、美味しいのは間違いないみたいなので、ちょっと怖いけど勇気を持っていざ入店。はい、大根タンメン。大根タンメン？ふわふわと真っ白な大根おろしが雪みたいで綺麗でしょ。あ、大根おろしか、そういうことなんだ。はい、大根おろしがたっぷりに、ひき肉とネギというシンプルな一杯。スープを一口飲むと鶏ガラベースかな。なんともさっぱりとした不思議な癖になる味。麺は細身のプリッとしたストレート麺。大根が絡んで美味しいのだ。全く想像を絶しますが、これはね、食べにはわからんわ。唯一無二、わざわざ栃木に出向いてでも食す価値あり。やや味は強めも許容範囲内。危なく貫通しちゃいそうだったわ。おお、貫通注意報ですか。いや、警報ね。しかもこのご時世750円とは嬉しすぎる。750円なのこれ。わお、すっげえな。でしょ。 3. Kanuma Jaggery More 鹿沼界隈の動画でもご紹介したじゃがいもさん。はい、なのでさらっとね。トンテキが美味しかったんだよね。はい、完璧なトンテキした。おー、圧倒的。 4. Nagoya Jinsei Gyoza オープン前から人だかりになっていて期待が高まりマックスね。はい、こちらのサラ台湾ってのが気になっちゃいましてね。名古屋に寄り道でございます。なぜにか台湾が盛んな名古屋。カウンターには巨大チャーシューが鎮座していて食欲をそそのかされますね。はい、こちらがサラ台湾チャーシューです。なかなかの迫力ですぞ。もやし、ニラ、唐辛子がこれでもかって山盛りでね、なんともワイルドないでたちでございます。見るからに辛そうでしょ。これでちょい辛で注文したんだけどね。下から3番目ぐらいかな。鼻水も汗も滝のように出てくるおいちゃんなのでした。すごかったね。もう洪水警報。はい、危ないところでした。でもこれは癖になる。人気なのも納得のサラ台湾。なんでも台湾ラーメンの名店で修行した店主さんが日々台湾ラーメンを作る中、
ある日スープがなくなってしまった際にスープなしで提供できる方法を模索したのがサラ台湾のきっかけだったそう。これまたまかない転じてヒットメニューになったらしいですね。でも人生餃子ってことは餃子メインのお店なんでしょ。でも絶対全員このサラ台湾食ってたよね。餃子も美味しいけどサラ台湾だね。5. ニューヨーク。 Kumamoto, Ulux. はい、食べることの次にサウナは大好物の飯旅。はい、日本全国津々浦々の施設で整いまくりでございます。そんな私たちが今年最もインプレッシブだった施設をご紹介。 Impressive. 西の聖地とも呼ばれるこちらの施設。なんと楽天トラベルでサウナを満喫できる人気の宿ランキングで日本第1位に輝いたサウナなのです。わお、そうなんだ。決して広くはないんだけれども、ちょうどいい広さの中に合理的にサウナに必要な全てが詰まりまくっております。サウナはアウフグースサウナ、フィンランド式サウナ、塩サウナの3タイプ。アウフグースとはサウナで熱したサウナストーンにアロマ水などをかけ立ち上った蒸気をタオルなどで仰ぐ入浴方法ですね。ドイツ語で注入を意味する言葉で日本では熱波とも呼ばれます。だけど私この熱波師の仰ぎっていうのがちょっと苦手だったりするんですよね。わかる。なんかサウナ出るタイミングとか結構気使っちゃったりして意外とくつろぎなかったりするのよね。そうなんです。もうこの施設ではこのアウフグースが1時間おきに開催されるんだけども、これが本当のアウフグースなのっていう感じでね、いい香りとともに熱波が押し寄せてきて、なんかすごい気持ちいいんだよね。初めて気持ちのいい汗のかき方を学んだ気がします。すごい気持ちいい。ただ暑いだけじゃなくて湿度がたっぷり、しかもいい香りのアロマが熱波とともに私のゴージャスボディを包み込む。耐えに耐えた10分間のアウフグースの後の日本一深い水風呂がどんなに気持ちいいことでしょう。水風呂の深さは男性171センチ、女性153センチの水深。すっぽり頭の先まで入れちゃう。気持ちよか。そして天井からぶら下がるロープを登ってマッドマックスボタンをポチッと押すと滝行のごとく冷水の衝撃が頭頂部を直撃する。ちょっと遊園地のアトラクションみたい。36度のぬるい露天風呂やら泥パックやらも本当にサウナの楽園のような施設でございましたね。整い椅子で寝てる皆さんの顔が他の施設とは明らかに違うんだよね。思った。仏様の顔のように皆さん安らかに魂抜けてるって感じね。 6. Today's Katsu Curry. Kokula, Maruking. 今年一番うちのカレーおじさんが喜んで帰ってきたお店がこちら、マルキンさん。何も特別ではないんですが、なんてことはないシャバい具なしなゆるいカレーと固めに炊かれたご飯と無造作に乗せられたペライカツがたまらなくセクシーなのでございます。 Sexy. SB 赤缶がずらーりと並ぶ珍しいタイプのお店。そうなんです。普通隠すでしょ、何使ってんのかとかっつって、惜しげもなく日本が生んだ名ガラムマサラ SB 赤缶カレーをフィーチャーしたカレーであるということをあえて主張。昭和男子の心をがっしり掴んで離さないのであります。確かに生きてるお客さん中年以上のおじさまばっかりだったね。そうなんです。これが昭和のカレー師匠、日本が生んだ特製 SB カレー。これは名作ですぞよ。これ入れたら何でも美味しくなりますからね。確かに天ぷらの未使用にも混ぜてる店多いよね。 That's right. That's right. これが日本のカレーの基本です。よね。 7. Fukuoka, Tonkatsu Wakaba. 博多駅筑紫口近くで見つけた低温調理の白いとんかつ屋さん。これが美味しくてびっくりたまげたんだよね。はい、なんととんかつ1枚に1つずつ個室があてがわれて調理されておりました。そうそう、1人前ずつ別々のフライヤーで揚げてんだよね。
そうなんです。1枚ごとに1つのフライヤーで調理されていくんですね。個室ごとにタイマーがセットされてるんで、職人の感覚で調理ってんではなく、マニュアル化された安定した品質のとんかつが出来上がるんじゃないでしょうかね。出てきたお肉は断面ピンク色。これが衣はさっくりとしながらも肉はしっとり、ちょっとびっくり級の柔らかさ。びっくりだぜ。ロースはね、そう驚くほどのものではないんだけれども、ヘレですね。ヘレ？ヘレ。ヘレ？知ってた？ヒレとヘレの違い。一般的には関東ではヒレ、関西ではヘレと言うんだそうです。それは減れませんでしたね。これがですね、通常のカツ丼とは違い、卵とじにはなっておらず、卵の上にカツを置いてあるスタイル。一般的なカツ丼のような味付けもされておりません。平たく言っちゃうと、ふわっと焼かれたスクランブルエッグの上にとんかつ乗っけましたみたいな。ヘレカツ卵、ご飯の山荘になっていて、お醤油をかけて食べてもよし、ハーブ塩やわさび塩をかけてもよし、自分好みで味わえるのがこのカツ丼。これ好きですたい。ねえ、これいいわ。さっくり上がったとんかつをそっくり感損なうことなく味わえる。なんといってもこのお肉の柔らかさは本当に驚きだ。おいちゃんは完全無欠のロース派だけども、ここのとんかつは絶対ヘレだね。ヘレがうまい。ヒレね。ヒレとロザンナ。西川ヘレ。ヘレンカーツ。 8. Kumar Morto Deco Pong. お次はこちら、道の駅デコポンさん。ここも絶対九州来たら寄っちゃうポイントね。はい、デコポンは熊本を代表する柑橘。その甘さ、酸味のバランスが秀逸で、そのまま食べてもめちゃめちゃ美味しいんだけれども、ソフトクリームにしてもめちゃめちゃ美味しいんです。美味しい。程よい酸味とナチュラルな甘さ、このバランスが素晴らしくってね、どこにもないデコポンにしか出せない味。日本中のいろんなソフト食べてるけど、これはダントツ？そうだね。果実そのままの感じがソフトに仕上がっていて、わざわざ食べに行く価値ありのソフトかと思います。あるある。9. Miyazaki Kama Age Udon Togakushi. 宮崎の一番街を抜けた裏路地にある名店。夜7時からしか営業しておりませんが、特に飲んだ後のお客さんに人気の締めスポット。夜8時を過ぎちゃうと締めに来るおじちゃんたちでめっちゃ混んできますね。8時前なら余裕かな。提供時間がウルトラ早いので油断禁物。2分とかからずに出てきました。早い、うまい。これいいね。柚子に免疫のないどさんこには感動のさっぱり感。超有名店なんだけども、ちゃんと美味しい超有名店ね。柚子はいい仕事されはりますわ。芸能人、スポーツ選手のサインも半端ねえっす。すごい数だね。いや、もうまた食べたい。これ食べたいから飲みに出るまであるね。あるね。 10. Tendo Koshi Kake An. かつて天道場があった小高い山のふもとにあります腰掛け庵さん。山形に来たらこちらは外せません。これは夢にまで見た、また食べたくなるわらび餅。腰掛け庵さんのわらび餅は史上ナンバーワン。ここのわらび餅を食べたら他のが食べられなくなるほど美味しいのです。このビターなきな粉は深入りした黒大豆によるものなのだそう。これがなんとも奥深い味わいでね。蓋を開けた瞬間から香ばしい香りがふわーっと香ってワクワクしちゃう。楊枝を刺すもつるんと抜け落ちちゃうくらいの柔らかさ。食べると一瞬で溶けてなくなっちゃうの。きな粉のほろ苦さと甘さの余韻が口に広がって、なんとも幸せな気分になるんでございます。限りなく液体に近い餅っすね。飯旅的日本三大和菓子っす。はい、11. Kokula Carrie Frankie Ken. こちらもうちのおじセンサーピコンピコン反応して恋に落ちたカレーのお店ね。はい、
すぐまた食べたくなって連チャンが良いのお店です。はい、こちらは小倉にございます。うちのカツカレーおじさん大絶賛のカレー屋さん。安心してください。今回はカツカレーではありません。爽やかなカレーを一発ご紹介。ドドン。これを食べるのが待ち遠しくってね。でもこれ九州の入り口にあるからさ、小倉って。寄りやすくて助かったよね。九州一周したら必ず入るときと出るとき2回通るからね、ここは。確かに九州一周したら必ず2回通るもんね、小倉は。なんとこちらのカレー、ご飯の量 300g までは無料で増量可能。ルーも替え玉ならぬ替えルー OK というなんとも九州らしい太っ腹大盤振る舞いなお店なんです。替える？替え玉でも替え飯でもなく替える？ゲロゲロ。それ替える。なので食べ過ぎてしまうがちですが、量はいらない飯食べです。とにかくパクチーとトマトピューレを混ぜながら食すこのスタイルのカレーたまりませんね。パクチーと豆苗のミックス、トマトピューレ、青唐辛子が添えられ、かなり固めに炊かれたご飯とシャバシャバのチキンカレーがもう最高の組み合わせなんよね。はい、これならカツはいらねえぜ系のカレーだね。デフォルトでは辛さはあるんだけど、そうでもないんで、青唐辛子を大量投入してヒーハー言いながら食べるのが最高っす。ひょっとしてこれパクチー苦手系の人がパクチー好きに変わるきっかけになるかもしれないカレー。はいはい、あれパクチーうまいじゃん。でね、私も最初そうだった。自分で好みで足すスタイルだしね。いやーうまかった、あまりにも美味しかったんでうまいって叫んで帰ってきました。もうやめてそれ。でしょう。 Jikano Meshita Biwa Gachi de Mata Tabathai Ishigaki Jima des O Tano Shimi ni See you soon。 ってことで今年食べて特に美味しかった11件ご紹介しました。はい。また日々増えてるけどね。石垣でも結構美味しいのを見つけましたね。見つけちゃいましたね。そして石垣から福岡に戻りの、今年も福岡食べまくりの年明けから九州ぐるっとまた巡って、美味しいのを探していきます。九州の美味しい情報ぜひ教えてください。今なら間に合います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。